皆様こんにちは、すきなです。7月は RM 系イヴ・サンローランボーテ、クレドポーボーテ、そしてディオールの限定色などたくさんのアイシャドウが発売されましたよね。質感やカラーなどそれぞれのブランドに良さがあったので、どの新作アイシャドウを購入しようか迷っているという方も多いんじゃないでしょうか。そこで今回はメインチャンネルのコメント欄でたくさんのリクエストをいただきました。RM 系イヴ・サンローランボーテ、クレドポーボーテ、そしてディオールの各ブランドのベージュ系アイシャドウパレット比較をしていきたいと思います。各ブランドのアイシャドウの質感や発色についておさらいをした後に、それぞれのパレットでメイクルックを作って、最後に各パレットのカラー比較をしていきたいと思いますので、ベージュ系パレット選びに悩まれているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。また、それぞれのアイシャドウパレットの他のカラーや1色ずつの単色塗りについては、メインチャンネルで詳細動画もアップしておりますので、もっと詳しく知りたいという方は、ぜひメインチャンネルもチャンネル登録して、動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それではまず各アイシャドウの質感や塗り心地についておさらいしていきたいと思います。まずはこちら RMK のシンクロマティックアイシャドウパレットです。今回ご紹介していくのは01番のソフトスポットのカラーです。 RMK のアイシャドウはマットタイプ2色とライトシャイニータイプ、そしてシャイニータイプという質感で構成されています。ライトシャイニータイプもシャイニータイプもソフトマットのベースに上品なラメが輝くような質感なので、全体的にパールによるツヤ感が出る仕上がりというよりも、ふんわりとしたマット質感と上品なラメ感を楽しみたいという方におすすめです。粉質としてはしっとりとしているのに軽く、締め色のマットタイプも肌なじみがいいので、アイシャドウの濃さを調整するのが苦手という方にもおすすめです。続いてこちら、イヴ・サンローランボーテのクチュールミニクラッチ。ご紹介していくのは100番のストラドールズです。イヴ・サンローランボーテは先ほどの RMK とは対照的に高発色で、ブランドサイトにもダイヤモンドのような輝きという記載がある通り、高発色なマットタイプも大粒のラメによるきらめきも楽しめる華やかなアイメイクがお好きな方におすすめのパレットです。ただこちらもしっとりとしている粉質なので、大粒のラメが輝くカラーもラメ飛びなどは気にせずに使えるタイプです。こちらも全体的にパールによるツヤというよりも、しっかりと発色するマット感の上に大粒のラメがキラキラと輝くような仕上がりになります。続いてご紹介していくのはこちら、クレドポーボーテのオンブルクルールクアドリです。カラーは1番のサンドデューンと2番のビーチペブルです。クレドポーボーテのオンブルクルールクアドリは、こちらの左下がクリームテクスチャーのプライマータイプとなっていて、その他の3色はパウダータイプという構成です。スキンケア発想のトリートメントアイシャドウとも言われているだけあって、パウダータイプもクリームテクスチャーのプライマーと同じくらいのしっとり感があります。右下の締め色はどのパレットも高発色のタイプですが、肌なじみがとてもいいのでカラー調整もものすごくしやすいです。クレドポーボーテは RMK やイヴ・サンローランボーテとは対照的に、微細なパールによる上品な艶めきを感じられるようなパレットです。そして最後はこちら、ディオールのサンクルールクチュール。今回ご紹介している中でこちらのパレットのみ数量限定アイテムとなります。カラーは523のベージュクチュールです。ディオールはしっとりと重さのある粉質で、今回ご紹介している中でも一番の高発色なタイプです。パールによるツヤとキラキラの大粒のラメがアクセントの限定らしい特別感のあるベージュパレットです。
特にこちらの右下の締め色は指で塗るよりもブラシなどを使った方がカラー調整がしやすいくらいの高発色なタイプなので、高発色なマットタイプもパールによるツヤのタイプも大粒のラメを楽しめるカラーも一つのパレットでいろいろな質感を楽しめます。今回ご紹介している4つのブランドのアイシャドウパレットの中で肌なじみが良くカラー調整などもしやすくて特に塗りやすいと感じるのはクレドポーボーテと RM 系で、反対に高発色でしっかりとカラーを楽しみたいという方におすすめなのはディオールとイヴ・サンローランボーテです。中でもクレドポーボーテは全体的にしっかりとカラーも発色してくれるタイプなのに、クリームテクスチャーのようなしっとりとした粉質が綺麗にまぶたに馴染んでくれるので、アイシャドウを塗るのが苦手という方にも特におすすめの質感だなと思います。そして仕上がりの質感のイメージとしては、マットベースにラメによるきらめきを楽しめるのがイヴ・サンローランボーテと RM 系で、パールによる上品なツヤ感を楽しめるのはクレドポーボーテ。そしてディオールは高発色なマットもパールによるツヤも大粒のラメによるきらめきもいろいろな質感を楽しめるようなパレットでした。カラーはもちろんですが、粉質や塗りやすさ、そしてパールによるツヤタイプかラメによるきらめきタイプかなどで選んでいただくのもいいんじゃないかなと思います。それではここからは各アイシャドウパレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきたいと思います。まずは肌なじみが良くカラー調整がしやすくてふんわりとしたマットベースにラメによるきらめきを楽しめる仕上がりの RM 系からご紹介していきます。まず左上のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。今回は各パレットなるべくベーシックな使い方でご紹介していきたいと思います。このライトシャイニータイプもこんな感じで、ベースにはふんわりとしたマットカラーが発色した後に上から微細なラメによる輝きを楽しめるので、この自然なラメ感がアクセントにはなってくれますが、派手すぎる印象にならないところがとても使いやすいポイントです。続いて右上のカラーを指に取って上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで塗っていきます。こちらのミディアムカラーには少し寒色の要素も効いているベージュ系なので、 RMK は全体的に少し寒色のニュアンスも感じるようなベージュ系に仕上がります。こちらも発色はしっかりとしていますが、こんな感じで肌に溶け込むような質感なので指で塗っても綺麗に馴染んでくれます。続いて左下のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。こちらの締め色もマット質感で、カラーもパープルやグレーのニュアンスも感じるような寒色系のブラウンといった感じなので、より寒色のニュアンスが強まります。続いて右下のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせた後、最後に指に戻って上まぶたの黒目の中心にものせていきます。シルバーのラメがしっかりと効いているカラーなのでアクセントにもなってくれます。はい、こちら側半分に RMK の01番ソフトスポット全色を使ったメイクが完成しました。今回はなるべくベーシックなイメージに仕上がるようにベージュ系のカラーをベースに塗った上に下まぶたと黒目の中心にピンクのカラーをのせてアクセントにしてみましたが、 RMK のパレットは全体的に落ち着いた寒色のニュアンスを感じるようなベージュにパープルやグレーのニュアンスを感じるようなブラウンの締め色、そして最後にアクセントに重ねたピンクにもシルバーのラメが効いているので、全色を組み合わせてメイクをすると全体的に寒色のニュアンスが効いたピンクベージュ系のメイクに仕上がります。今までのベージュ系のパレットは
割と温かみのニュアンスに寄っているものが多かったですが、今期のベージュパレットはこういった感じで寒色寄りのニュアンスのアイテムもとても多いので、温かみのあるカラーは苦手だけれどベーシックなベージュ系パレットは一つ持っておきたいという方にもとてもおすすめです。そして仕上がりの質感としてはこんな感じで、ベースにラメ感を感じるライトシャイニータイプを使用して、上からパレットの中でもラメ感が強いシャイニータイプを重ねましたが、どちらにもベースにふんわりとしたマット質感が乗っていて、ラメは微細なタイプなので、こんな感じで程よくラメはアクセントになってくれていますが、派手すぎたり主張しすぎたりすることなく、綺麗に馴染んでくれていると思います。RMK のパレットはオフィスなどでも使いやすいタイプだと思うので、一つ持っておくと大活躍してくれるんじゃないかなと思います。それではこちら側に RMK の01番を残したまま、反対側にはこちら RMK とは対照的に高発色でしっかりとカラーを楽しめるタイプですが、マットベースにラメ感を楽しめるという質感は似ているイヴ・サンローラン・ボーテのクチュールミニクラッチナンバー100のストラドールズを塗って比較していきたいと思います。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。イヴ・サンローラン・ボーテの100番は今塗っているこちらのカラーはピーチニュアンスが効いているカラーですが、暖色系と寒色系のカラーのバランスがとても良くて、組み合わせるとニュートラルなベージュ系パレットに仕上がります。こちらのカラーもこんな感じでふんわりとしたマットベースにラメのきらめきを感じられますよね。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで塗っていきます。こちらはイヴ・サンローラン・ボーテらしいクールなトープカラーです。このトープカラーは寒色系のニュアンスですが、先ほどベースに塗ったカラーが温かみのあるピーチ系のカラーなので、この2つを組み合わせると絶妙に柔らかい雰囲気も出てとても可愛いです。続いて左下のカラーをブラシに取って上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。こんな感じでイヴ・サンローラン・ボーテの締め色はブラシで調整していってもしっかりとカラーが発色するタイプなので、しっかりカラーをのせたいという方におすすめです。こちらは黄みにも青みにも寄りすぎていないニュートラルなチョコレートブラウンといった感じのカラーです。最後に左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。こちらはシルバーの大粒ラメのきらめきをしっかりと感じられるようなグリッタータイプです。このカラーを塗るだけで一気に目元が華やかになります。そのまま指に戻って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。はい、こちら側半分にはイヴ・サンローラン・ボーテのクチュールミニクラッチ100番のストラドールズ全色を使ってメイクしてみました。イヴ・サンローラン・ボーテはこんな感じでミディアムカラーとして使ったトープのカラーや締め色として使ったチョコレートブラウンがかなりしっかりと発色をするタイプなので、しっかりと目元に陰影をつけてくれるような仕上がりです。そしてしっかりと発色してくれる高発色なマットベースの上に上から大粒のラメによるきらめきを感じられるグリッタータイプを重ねることで、よりこのグリッターのきらめきの華やかさがプラスされます。クールさと上品さを兼ね備えたイヴ・サンローラン・ボテらしい仕上がりですが、ベースに塗っているピーチカラーや締め色として使ったチョコレートブラウンが寒色に寄りすぎていないので、クールさを出してくれるトープカラーやシルバーのラメは効いていますが、意外とニュートラルなイメージにまとまっているところがとても使いやすいなという印象です。
マットベースにラメによるきらめきを楽しめる仕上がりの RM 系とイヴ・サンローラン・ボーテ。比較してみるとこんな感じの違いでした。それでは続いて、しっとりとしていて伸びのいい粉質で肌なじみが良く、パールによる上品なツヤ感を感じられるクレドポーボーテを使ってメイクしていきます。まずはこちら側に1番のサンドデューンのカラーを使っていきます。まず左下のベースのカラーを指に取って目ホール全体にのせていきます。クリームタイプのベースはしっとりとしていますが、なじませていくと重さはなく、すぐに肌表面がサラサラに仕上がるタイプなので、いつまでもまぶたの上で油分感が残ってしまうということもなく、とても使いやすいクリームタイプの下地でした。続いて右上のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらの1番のサンドデューンはブランドサイトにもクールベージュのパレット記載がある通り、こんな感じで全体的にパープルのニュアンスが効いているようなベージュカラーのパレットです。この微細パールの艶めきがとても綺麗ですよね。続いて右下のカラーをブラシに取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。クレドポーボーテのアイシャドウは締め色はこんな感じで意外と高発色ですが、それでもしっかりと肌に馴染んでくれるので、カラーは楽しめつつも濃すぎる印象にならないところも上品なポイントです。締め色にもしっかりとパープルのニュアンスが効いているようなブラウンカラーです。最後に左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。そのまま指にも取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。かなり明るめのピンクベースにシルバーのラメが効いているようなカラーです。はい、こちら側にクレドポーボーテのモンブルクルールクワトリ1番サンドデューンを全色使ったメイクが完成しました。1番のサンドデューンのカラーは全体的に明るめのパープルピンクのニュアンスが効いたようなベージュ系パレットだったので、少しクールな寒色系のベージュトーンでまとまっていますが、ピンクのニュアンスが効いている効果で上品さと少し可愛らしさも残したような仕上がりになります。先ほどご紹介した RMK やイヴ・サンローラン・ボーテとは対照的に微細なパールによる艶めきを感じるので、艶っぽい目元に仕上げたいという方に特におすすめなパレットです。締め色も意外としっかりと発色してくれますが、しっとりとした粉質で肌に綺麗に馴染んでくれるので、立体感は出ますが濃すぎる印象にならないところも使いやすいと思います。ではこちら側にクレドポーボーテの1番を残したまま、反対側には同じクレドポーボーテのモンブルクルールクワトリ2番のビーチペブルを使ってメイクを仕上げていきたいと思います。まず左下のプライマーを指に取って全体にベースとして塗っていきます。パレットごとにこちらのプライマーにもカラーやラメ感が異なっていて、こちらの02番のパレットのベースは他のパレットと比較しても特にカラーもつかず、ラメやパールによるきらめきも控えめなので、アイシャドウの仕上がりは変えずにプライマーで高発色に仕上げたいという時にも使いやすいです。続いて右上のカラーを指に取って上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらのカラーはふんわりとしたソフトマット質感で、少しだけピンクのニュアンスも感じるようなベージュカラーがとても絶妙で可愛いです。こちらの02番のパレットは反対に塗っている01とは対照的にブランドサイトにウォームベージュのカラーとの記載があるので、このカラーを塗っただけでもこんな感じでしっかりと目元に温かみを感じられます。続いて右下のカラーをブラシに取って
上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。こちらの締め色には少しだけ微細なラメが効いているので、ふとした時にこのラメの立体感が感じられてとても綺麗です。この締め色も温かみを感じるようなブラウン系ですね。最後に左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせた後、そのまま指にも取って上まぶたの黒目の中心にものせていきます。こちらの02番のパレットはオンブルクルルクアトリ全体の中でもパール感やラメ感が控えめなので、こちらもオフィスなどどんなシーンでも使いやすいパレットだなと思います。はい、こちら側半分にはクレドポーボーテのオンブルクルルクアトリ2番のビーチペブル全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットはブランドサイトにもウォームベージュという記載がある通り、今回ご紹介している他のベージュパレットよりもかなり温かみを感じられる仕上がりだなと思います。ベースに発色させたベージュのカラーにもピンクのニュアンスが効いていたり、締め色に使ったブラウンのカラーにもゴールドのラメが効いていたりと、全体的に温かみのあるカラーで構成されているので、寒色系のベージュパレットよりも温かみのあるベージュ系のパレットを探しているという方にぴったりです。そしてオンブルクルールクアトリの中でもパール感やラメ感が特に控えめなので、こちらはシーンを選ばずにとても使いやすい質感だなと思います。クレドポーボーテのオンブルクルールクアトリ1番と2番それぞれ比較するとこんな感じです。それでは最後、高発色なマットタイプ、パールによるツヤタイプ、そして大粒ラメによるきらめきのいろいろな質感が楽しめるディオールのサンククルールクチュール523のベージュクチュールをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらは微細なラメがメタリックのようにしっかりと輝くようなカラーです。肌なじみのいいベースとして使いやすいタイプですが、このパール感を仕込むことで目元に艶めきを出してくれます。続いて中央のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらのパレットは全体的にピンクのニュアンスが効いているベージュ系パレットでした。この柔らかいベビーピンクのカラーが可愛いですよね。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらのベージュカラーにもほんのりとピンクの柔らかいニュアンスがついています。こちらはベースにパールによるツヤのタイプを仕込んでおくことで、ふんわりとした質感の中にもツヤめきが足されて、より柔らかい印象に仕上がります。続いて右下のカラーをブラシに取って上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。こちらの締め色はブラシで調整していってもかなり発色がいいので、このパレットの中の他の4色のカラーがカラー調整がしやすい粉質の分、特にこちらのカラーを塗るときには塗る量や使うツールなどに少し注意が必要です。こちらのカラーはまぶたの上にのせてみるとブラウンというよりも深みのパープル系の発色なので、このカラーを入れることによって全体的にニュートラルなベージュ系のパレットでしたが、くすみ感は出ませんが少し寒色系のイメージに仕上がっていきます。最後に左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせた後、そのまま指にも取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。こちらのカラーは肌なじみのいいベースにピンクの大粒ラメがキラッと輝くようなカラーです。はい、最後ディオールのサンククルールクチュール限定色の523ベージュクチュール全色を使ってメイクするとこんな感じでした。サンククルールクチュールはこんな感じで
締め色に使ったカラーなどは高発色でしっかりとカラーを楽しめるマットタイプですが、微細なパールによるツヤやラメを楽しめるカラーも入っていたので、全色組み合わせてメイクをするとこんな感じで、ナチュラルですがしっかりと目元にメリハリと立体感もあるようなメイクに仕上がります。全色を組み合わせるとニュートラルなベージュ系という仕上がりでしたが、締め色に使ったカラーがブラウンというよりも深みのパープル寄りの発色だったので、このパープルをしっかりと発色させることで少し寒色寄りの要素もプラスできます。組み合わせ次第でいろいろな表情が楽しめるようなベージュ系パレットです。引きで見るとこんな感じです。RMK01 イヴ・サンローランボーテナンバー100、クレドポーボーテ1番、2番、そしてディオールの限定色523をそれぞれ比較するとこんな感じでした。今回どのパレットもなるべく同じような工程でメイクを仕上げてみましたが、どのベージュ系パレットにも質感やカラーなどそれぞれ仕上がりに個性が出ていますよね。こうして比較してみると、クレドポーボーテの01番は寒色寄りのベージュパレット、クレドポーボーテの2番は暖色寄りのベージュパレット、そして RMK とイヴ・サンローランボーテとディオールはやや寒色のニュアンスも感じますが、比較的ニュートラルなベージュ系パレットといった印象でした。はい、ではこんな感じで7月にメインチャンネルでご紹介させていただいた RMK イヴ・サンローランボーテ、クレドポーボーテ、そしてディオールのベージュ系アイシャドウパレットを比較していきました。どのブランドのベージュ系パレットもそれぞれ粉質や仕上がりイメージが全然違かったのはもちろん、カラーも比較してみるとそれぞれのブランドの良さが出ていて、今期に発売されたベージュ系パレットは比較的寒色系の要素が強いカラーが多いイメージでしたが、寒色系ベージュの中でもクールな仕上がりだったり、ピンクやパープルのニュアンスを感じられたりなど様々な特徴がありました。RMK クレドポーボーテイヴ・サンローランボーテは定番色ですが、こちらのディオールのサンクブルールクチュールのみ数量限定色となりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。